つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はタチウオのルアー釣りについて解説いたします。ボートゲームが中心かと思われているタチウオですが、ショアから狙うことも可能です。条件さえ揃えば量刑を上げることもできます。今回は強烈な引き味と重量感が魅力なタチウオのルアー釣りについて解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。タチウオのルアー釣りのポイントは次の5つになります。定番は夜釣りの常夜灯、水深4メートル以上の砂泥底、リーダーは太くて丈夫なもの、ワインド重宝が主流、ルアーローテーション重要。定番は夜釣りの常夜灯、船釣りでも人気がある魚種で、餌釣りでは昔からおかっぱり、岸釣りでも親しまれています。近年はルアーゲームでの人気も高まり、専用のタックルが販売されるほど盛んになってきました。タチウオは基本的に夜行性で回遊性が高い魚です。夕刻が近づくにつれて深場から浅場へと移動して捕食を活発に行います。その後、時間が経過し、日が暮れると深場に戻っていきます。堤防から狙う場合、ナイトゲームでは定番の常夜灯が目につきますが、回遊性が高いタチウオの場合は、それが大きくは当てはまりません。ベイト、小魚などが溜まりやすいポイントにはなりますが、回遊性が強いため、短時間の滞在となりやすく、すぐに釣れなくなることも多くあります。このため、オープンエリア、目標物がないような開けた場所以外でも、広範囲を探るように心がけましょう。水深4メートル以上の砂泥底。国内のすべての漁港で狙えるわけではありません。地域性が強く、接岸する場所は地形や砂質にも大きく左右されます。底質は岩盤や大小の石が混じる岩が多い場所ではなく、砂泥底になっているところを好んで回遊してきます。さらに、水深4メートル以上で足元から急に深くなっているような外海に面した港湾や大型の船舶が停泊する深いエリアが好ましいです。そして潮の流れも重要です。あまり泳ぐのが得意な魚ではありませんが、潮がよどんでいるような潮通しの悪い場所でも意外と量刑が食うこともあります。少し早く流れているポイントでは数が見込めます。ただし、川のように流れている場合は少しでも流れが緩むエリアを探して狙ってみましょう。港湾や堤防以外でも餌が豊富な河口付近もポイントとなります。この場合、水深ができるだけあった方がよく、雨が降って真水が流れ込んでいる状況はあまり好ましくありません。リーダーは太くて丈夫なもの。ロッド。タチウオ専用ロッドが一番ですが、専用でなくてもロッドの長さが8フィートから9フィートあれば問題ありません。特に遠投するエリアを狙う場合は長い方が有利になります。タチウオを狙うルアーは重いものを中心に使用するため、長時間使っても疲れにくい少し硬めのロッドを選ぶようにしましょう。ただし、ロッドアクションを多用するため、取り回しの良い軽量ロッドがおすすめです。リールとロッドの重量バランスも重要となります。リール。タチウオゲームでは重いルアーを中心に使った飛距離が必要とされるため、3000番クラスのリールが望ましいです。ただし、大きくなるほど重量も増えるため、必ずロッドとのバランスを考えて購入しましょう。軽すぎてもアンバランスになることもあるので注意してください。ライン。ルアーをキビキビ動かすことが要求されるタチウオゲームでは、伸びが少ない PE ラインがルアーを操作しやすいです。遠投性を確保するため、細いラインが適しており、初心者でも1号以下がおすすめです。強度的には問題なく、タチウオの刃で切られるのが心配な場合は、先端にワイヤーリーダーをセットするという方法もあります。リーダー。タチウオの鋭い刃からラインブレイク、釣り糸が切れてしまうことを防ぐために、リーダーラインは太くて丈夫なものをセットしましょう。リーダーラインの役目は、魚が走った時にその衝撃を和らげるためのショックリーダーと、刃の鋭い魚に対応するためのファイティングリーダーとに分けられます。
タチウオ狙いでは後者の歯の鋭い魚に対応する方がメインの目的となります。通常はフロロカーボンラインを使用しますが、さらに丈夫なワイヤーリーダーがあります。ルアーのロストを防ぐという点ではかなりの効果が見込めます。水切れが良く、手返しが速くなるという点でも他の素材を使ったリーダーに比べてメリットは大きいです。しかし、フロロカーボンなどに比べるとしなやかさでは劣るため、ルアーのアクションに影響するというデメリットもあります。使い分ける場合、1メートル以下の指3本クラスならフロロカーボン。それ以上なら状況によってワイヤーリーダーも視野に入れましょう。ワインド重宝が主流。ジグヘッド。近年のタチウオを狙ったルアーゲームでは、ワインド重宝が主流で非常に実績が高いです。専用のアイテムも多くあり、これらを使用するのが一般的です。独特のダートアクションを演出することで高いアピール力があります。専用のジグヘッドにルアーをまっすぐセットすることが重要です。まっすぐきちんとセッティングされていないと、ルアーが正常な動きをしなくなります。セットしたらキャストして左右に寄ることなく引けたら大丈夫です。ワインドは縦のレンジを探ることに適したルアーですが、夕間詰めに浅いレンジ、浅い棚に浮いてきたタチウオを手返しよく狙うのにも用いられます。デメリットはタチウオの鋭い刃でワームを切られてしまうことがあります。素材の硬いものを選べばさほど気になりませんが、切られた場合を見込んで予備を用意しておきましょう。メタルジグ。船からタチウオを狙う時の定番ルアーですが、書は岸からも同様に効果を発揮し、広範囲を素早く探るのに適しているルアーです。浅いレンジから深いレンジまで、ロッドやリールの操作で自在に狙うことが可能で、深場に落ちたタチウオの居場所を見つけ出す時にも活躍します。釣れない時や突然釣れなくなった時にサーチルアーとして魚の居場所を探る場合に使うといい仕事をしてくれます。タチウオ狙いでは直線的にフォールするものよりもゆっくりヒラを打ちながらフォールするタイプがヒットを誘いやすいです。メタルジグのフックセットはフォール中に後方からバイトしてくるタチウオの性質を考え、リア、後ろにはトレブルフックをつけておいた方がフッキングの確率は上がります。フロント、前にもアシストフックをセットしていればタチウオをがっちりとフッキングしてくれます。バイブレーション、ミノー。タチウオが釣れるレンジ、深さは変わりやすく、それは時間帯に比例している場合が多いです。夕間詰めは浅く、それ以外は足元付近で深く、朝方になると遠くへと移動します。このレンジの移動もありますが、群れが入れ替わるわけではないため、同じルアーだと食わなくなることもあります。バイブレーションやプラグに切り替えることで、さらに超過を伸ばす可能性を広げてみましょう。ワインドやメタルジグとは異なったアクションでリアクションバイトを誘うことができます。ミノーは浅いレンジを、バイブレーションは中層から低層を探るのに適しています。どちらも基本的にしゃくりを入れる必要はなく、狙いのレンジをリトリーブしてくれば良いです。ルアーローテーション重要。ナイトゲーム。タチウオは夕間詰めからのナイトゲームが本番です。日中は沖の深い場所にいることが多いため、書は岸から狙うのではなく、船からジギングやテンヤで釣るのが主流です。夕間詰めはかなり近い場所まで接岸しており、さらに浅いレンジで捕食している場面が多くなります。このため、比較的浅いレンジで活性の高い個体を効率よく狙うことが可能となります。この時、手返しが重要で、トラブルのないように心がけましょう。夕方の狙い方の手順は、まずはタチウオの居場所を確認するため、遠投して深くから探り始めてみましょう。日が傾くのと連動して手前を広範囲に探り始めます。潮通しの良い堤防の先端やコーナー部分は潮流の変化も出やすい場所のため、鉄板ポイントになりやすいです。テトラ帯もベイトが多く逃げ込む場所で、必然的に魚影が濃くなります。満潮時には湾王によることもあるため、先入観を持たずに狙う場所も変えながら広く探るのが良いです。人気ポイントは人が多くなるため、譲り合いながら釣りを楽しみましょう。ワインドの狙い方。遠投性と機動性を兼ね備えたワインドゲーム。
爆発的な超過を上げることもできるため頼もしい方法です。操作方法は簡単です。キャスト後、任意のレンジまでルアーをフォールさせて、リールのベイトを起こしてラインが張るのを待ちます。この時、ロッドは下に45度ほど下げた状態にします。そこからロッドを上方向に45度ぐらいまで上げて、リールのハンドルを回しながら1回転しゃくります。これでルアーが左右に大きく跳ね上がり、タチウオに強烈にアピールできます。その後、素早くティップを下げて、ラインのテンションを抜いて、ルアーをフォールさせ、ラインが張るまで待ちます。この繰り返しがワインドアクションの基本になります。海中のルアーの動きは左右にダートしながら上下に動いています。ロッドの振り幅を変えれば、ダートや上下運動の動き幅を変えることができます。アクション入れるときは、ロッドを握る力に緩急をつけましょう。無駄な力が入っているとすぐに疲れてしまい、うまくアクションをつけられないことがあるため注意が必要です。数を伸ばすためにはカラーローテーションなども視野に入れておきましょう。メタルジグの狙い方。夕方、まだタチウオが完全に接岸しきれていない明るい時間帯に力を発揮するのがメタルジグです。使い方は一旦ボトム、底まで沈めて、ミドルレンジ、中層まで一気にしゃくり上げます。再度フォールさせてボトムまで沈めることの繰り返しです。しかし、タチウオは泳ぎが速くないため、ルアーの速い動きにはついていけません。ゆっくりした動きでアクションさせるのがコツになります。フォール中にバイト、捕食してくることが多いため、ラインを緩めすぎると刃で切られてしまうことが多くなりますので注意しましょう。バイブレーションの狙い方。試合が終わり、タチウオがボトム付近に移動したら、バイブレーションやシンキングミノーの出番です。ワインドは高活性な個体には効果的ですが、一度活性が下がってしまうとなかなか追わせることができなくなります。その点、バイブレーションはボトムを攻めるのも向いており、ワインドよりアクションがおとなしくなります。ゆっくりした速度でリトリーブすればいいので、初心者の方でもアクションをつけやすいです。レンジ、深さを下げたいときは、ティップ、竿先を下げてリトリーブ、巻いていきましょう。ワームのカラーセレクト。定番はグロー系やケイムラです。しかし、絶対に釣れるというわけではありません。そのため、たくさん釣るにはローテーションが必要です。しかし、いきなり多く用意するのは難しいので、定番のグロー系やレッド系を選んでおきましょう。どちらも予備を含めて3本ずつは準備しておきましょう。次に選ぶのはオレンジやピンク、クリアカラーになります。色数が多いほどローテーションのバリエーションが多くなってきます。夜に効果的な発光体。ナイトゲームの鉄板カラーはグロー系です。夕間詰めから効果のあるワインドで超過を上げやすいカラーです。さらに効果を上げるためのアイテムがケミホタルなどに代表される発光体です。ワインド専用のワームには発光体をセットできる専用の穴付きもあります。発光体をつけることによってかなりの高いアピールをすることができます。グロー系のカラーとはまた違った輝き方をするため、水が濁っているときは特に効果が大きいのでおすすめです。アイスジグ。操作方法は至って簡単です。キャスト後、探りたいレンジまで沈めたら、リールを巻かずにロッドをしゃくり続けるだけで良いです。この時、注意しなければならないのは、糸吹けを出しすぎないことです。出しすぎると鋭い刃で切られてしまうことがあるため注意しましょう。キャストせずに足元を狙うことも可能です。スナップラップはキャスティングに特化したアイスジグです。キャスティングして狙いたいとき、トゥイッチを入れたり、大きくダートさせて動きを止めて食わせの間を作ることができます。バイブレーションやメタルジグのように操作することが可能なため、反応によって使い分けて超過を伸ばしてみましょう。今回のまとめです。定番は夜釣りの常夜灯。水深4メートル以上の砂泥底。リーダーは太くて丈夫なもの。ワインド重宝が主流。ルアーローテーション重要。いかがだったでしょうか？
今回の授業は以上となります。タチウオのルアー釣りの授業が今後の超過アップの手助けに少しでもなれば嬉しいです。ディスコードを使った釣りコミュニティ、釣りシティもございます。ジャンル問わず釣り好き同士が集まる仮想都市を目指しております。動画内の超過報告などもこのコミュニティで募集しています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。